済んだもんなのだ。みんな元気なのだ。今日の注目国は、そう、アメリカ合衆国なのだ。実はなのだ。あの強大なアメリカ合衆国には、連邦レベルで公式に定められた公用語は一つも存在しないらしいのだ。びっくりなのだ。そんなアメリカにまつわるニュースを今日はドドンと3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。トランプ氏、欧州首脳と会談、ウクライナ巡りプーチン氏と近く協議という記事なのだ。トランプ前大統領さんがウクライナやガザ、そしてアメリカの雇用問題、さらには日本の首相辞任にまで言及した盛りだくさんな内容なのだ。どんなお発言があったのかとっても気になるのだ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあみんなで一緒にアメリカの最新情報見ていくのだ。ユナイテッドステート S、 つまりアメリカ合衆国は北アメリカ大陸の大部分を占め、アラスカやハワイも含む広大な国なのだ。首都は歴史あるワシントン DC で1776年の独立宣言以来、多様な人々が築き上げてきた歴史があるのだ。政治体制は大統領制を核とする連邦共和制なのだ。約3億3000万人が暮らすこの国は、まさに新種のるつぼと呼ばれるほど多様な文化が息づいているのだ。IT、金融、エンターテイメント、宇宙開発など最先端の産業で世界をリードし、自由とイノベーションを尊ぶ精神がその原動力なのだ。映画や音楽などのポップカルチャーは世界中の人々に愛されているのだ。最近では AI 技術の進化や気候変動への取り組み、さらには社会の多様性に関する議論が活発に行われているのだ。常に変化し続けるダイナミックな国、それがアメリカ合衆国なのだ。一つ目のニュースなのだ。ABC と ESPN、 全米テニス協会に小褒めせずトランプ氏へのブーイングを放送という記事なのだ。全米オープンのテニス中継でトランプ元大統領が登場したら観客から大きなブーイングが起きたのだ。 ABC と ESPN はそのブーイングをミュートせずそのまま放送したのだ。実は USTA 全米テニス協会は放送局に大統領への邪魔になるようなものは放送しないでほしいのだって要請していたのだ。でもこれはまるで北朝鮮やロシアみたいな要求でとても恥ずかしいことなのだ。報道機関が政治家のごまをする必要はないのだ。 ABC と ESPN はこの権威主義的な要求に屈しなかったのだ。トランプ元大統領が映った時、ブーイングやヤジがはっきりと聞こえたのだ。これはとても重要なことなのだよ。トランプ氏の熱狂的な支持者さんたちは嘘の情報ばかり聞かされていることが多いのだ。例えばシカゴの犯罪率や物価、製造業の雇用なんか本当はメディアで言われているのとは違うのだ。世論調査でもトランプ氏の政策を支持しない人の方が多いのだ。だからたった数量のブーイングでも彼らがあれって疑問に思うきっかけになるかもしれないのだ。この放送は民主主義の大切な防護しがらみが失われるのを防いだのだ。 ABC と ESPN の判断はとても素晴らしいのだ。二つ目のニュースなのだ。ケネディ家の後継者、議会で RFK ジュニアと対決へ動き出すという記事なのだ。 JFK の孫ジャック・シュロスバーグさんがいとこのロバート F ケネディジュニア RFK ジュニアさんに対抗するためニューヨークから議会選出馬を考えているのだ。 RFK ジュニアさんは保健福祉長官で反ワクチン政策や CDC の幹部解雇でケネディ家からも批判されているのだ。シュロスバーグさんは SNS で RFK ジュニアは公衆衛生への脅威と激しく批判し RFK ジュニアは負け犬とまで言っているのだ。彼はニューヨーク第12区からの出馬を探るため調査委員会を立ち上げたのだ。
この地区の現職議員なドラーさんは再選しないことを発表しているのだ。シュロスバーグさんはニューヨークの税収を連邦政府に留保し、RFK ジュニアさんの公衆衛生政策を戻させるべきだと提案しているのだ。彼は普段からポップカルチャーの投稿で SNS でも人気だけど、民主党の若手リーダーとしても注目されているのだ。3つ目のニュースなのだ。トランプ氏、欧州首脳と会談。ウクライナめぐりプーチン氏と近く協議という記事なのだ。ずんだもんなのだ。トランプ前大統領さんがウクライナへの大規模な攻撃の後にプーチンロシア大統領とすぐにお話しするって言ってたのだ。欧州のリーダーさんたちとも会ってウクライナの戦争を終わらせたいって考えてるみたいなのだ。ガザでの停戦や人質さんたちの解放についてももうすぐ解決できるってとっても楽観的なのだ。ハマスさんにはこれが最後の警告だよって伝えたらしいのだ。それから韓国の会社で外国の労働者さんがたくさん逮捕されちゃった事件があったけど、トランプさんは外国からの投資はウェルカムなのだって言ってるのだ。でもアメリカの皆さんを雇ってほしいのだってお願いしてるのだ。あと日本の石破首相が辞任したことにはちょっとびっくりしたのだってコメントしてたのだ。トランプさんのいろんな考えが聞けたのだ。アメリカは本当にダイナミックで多様な国なのだ。報道機関が権威に小込めしない姿勢や名門ケネディカの中でも活発な議論が起きているのを見ると、自由と民主主義が息づいていることを感じるのだ。トランプ氏の様々な発言もこの国の複雑さを表しているのだ。これからも変化し続けるアメリカにずんだもんも注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。